皆さんこんにちは。トクタビ TV の徳富です。今回はタイのバンコクで観光客が利用するであろう乗り物を紹介していきます。僕は2024年8月に9泊11日でタイに旅行に行ってきまして、その経験からお話ししたいと思います。間違っている点や補足事項などがありましたらコメント欄で教えてください。この動画では、エアポートレールリンク、BTS、MRT、タイ国鉄、バス、タクシー、バイタク、トゥクトゥク、船、スワンナプーム国際空港のシャトルトレインを紹介していきます。まずはエアポートレールリンクです。この鉄道はスワンナプーム国際空港とバンコクの中心部にあるパヤータイ駅を結ぶ路線です。チケットは券売機にて購入します。硬貨及び20、50、100、500バーツの紙幣を使用することができます。ただし、1000バーツは友人の窓口のみで取り扱っています。僕は両替したばかりの1000バーツを崩したかったので、友人窓口を利用しました。こちらがチケットです。トークンというコインのような形状のものです。これを改札口にピッとかざして入場します。エアポートレールリンクがホームに入ってきました。しかし、すぐに乗車することはできません。お客さんが全員降りて、車内確認が済んだら乗車となります。座席はロングシートです。郊外からバンコクの大都会へと変化する車窓を楽しむといいでしょう。改札口を出る際には、投入口にトークンを入れます。これで OK。スワンナプーム国際空港からパヤータイ駅まででも45バーツです。次は BTS、バンコクの街を走る高架鉄道です。現在はスクンビット線とシーロム線、ゴールドラインの3路線があります。チケットを購入しましょう。コインのみが利用できる自動券売機と紙幣も使える自動券売機があります。また、1日乗車券は150バーツで販売されています。さらに、チャージ式のプリペイドカードもありますが、旅行者で使う人はあまりいないかもしれません。チケットはこのようなカードです。いろいろなデザインがあるので、どんな柄が出てくるのか楽しみです。改札口を通るときは、所定の位置にタッチをします。列車がやってきました。全駅ではありませんが、ホームドアが設置されている駅もあります。車内は基本ロングシートですが、シートがなく、寄りかかるクッションがあるスペースもあります。また、ソウルなどの優先席もありますので、座席の表示には注意してください。改札から出るときはカードを挿入します。なお、BTS はクレジットカードタッチには対応していません。次は MRT です。バンコク都心部のブルーライン、郊外のパープルライン、イエローライン、ピンクラインの4路線があります。チケットはコインのようなトークンです。改札口を通るときにピッとタッチをします。チャージ式の MRT カードも販売されています。ブルーラインの列車がやってきました。車内はロングシートでカラフルなデザインでした。改札口を出る際には投入口にトークンを入れます。また MRT はクレジットカードタッチに対応しています。ビザとマスターカードが利用可能です。次はタイ国鉄です。近代的なダークレッドライン、ライトレッドラインという路線もあるのですが、僕はそれらには乗車していません。昔ながらのローカルな雰囲気が漂う列車に乗ってきました。まずはウォンウェイヤイ駅から出る路線。チケットは窓口で購入します。それでは乗車しましょう。ディーゼルカーでいかにもローカル線という風情があります。冷房はありませんが、走行中は窓から入ってくる風が心地いいです。次はバンコク駅、フワランポーン駅から出る路線です。こちらもチケットは窓口で買います。1時間近くの乗車でも7バーツという安さです。ここからは客車列車に乗りました。木製の椅子と床。こんなレトロな車両が今でも使われています。BTS や MRT などの新しく快適な鉄道もいいですが、タイ国鉄の昔ながらのレトロな列車旅もいい経験になると思いますよ。次はバス。バンコクではたくさんのバス路線があります。
今回は赤バスという非冷房のバスに乗車してみました。停留所にただ立っていたのではバスは止まってくれません。目的のバスが来たら手を挙げてアピールしなくてはいけないので気をつけてください。バスに乗ったらとりあえず席に座ります。すると車掌さんがやってきて行き先を確認して料金を告げてくれます。行き先については Google マップでの指差しでも大丈夫でした。バスの運転はかなり荒いです。ドアが閉まる前に発車して止まる前にドアが開きます。遊園地のアトラクションみたいでなかなか楽しかったですよ。次はタクシー。タクシーは日本と同じメーター制のはずなのですが、ほとんどメーターを使ってはくれません。行き先を告げると、運転手さんが〇〇バーツと料金を提示してきます。そこから減額の交渉が始まります。僕はその交渉をやりたくないので、タクシーには乗りたくないと思っていました。しかし、最近はスマートフォンのタクシー配車アプリを利用すれば、その手間がかからないことに気がつきました。アプリで行き先を入力すれば、料金も表示され、決済はクレジットカードで行うことができます。運転手さんと会話をすることをほぼゼロにすることができるのです。僕はバンコクからクレット島への往復でグラブというアプリを使ってタクシーを呼びました。むちゃくちゃ楽ちんでした。グラブ以外にもボルトというアプリもあります。両方で検索して安くて早く来てくれる車を呼ぶというのもありですね。次は売却です。モーター債とも言います。売却の料金は交渉制です。僕は交渉をやりたくないので、これまで利用することはありませんでした。しかし、ボルトという配車アプリを使えば、タクシーと同じようにあらかじめ料金を知ることができ、支払いはクレジットカード決済となります。ただし、売却はお客さんはバイクの後ろに乗るという形になります。ヘルメットを用意してくれていることは期待できません。ノーヘルで結構なスピードで公道を走るというかなり怖い体験をすることになります。しかもバンバン車の間をすり抜けますしね。個人的にはお勧めできません。僕自身も次のタイ訪問時には利用しないかもしれません。次はトゥクトゥクです。トゥクトゥクも料金は交渉制です。しかし最近は MoveMe というアプリでトゥクトゥクの配車をすることもできます。料金はアプリ上で表示され、アプリへのチャージ払いとなります。チャージはクレジットカードでも行うことができます。通常のトゥクトゥクよりも単純明快だと思います。ただし、車両はパリピ仕様のものではなく、どちらかといえば地味かもしれません。さらに、乗車及び下車のスポットは決まっていて、どこからでも乗れて、どこでも降りられるというわけではありません。多少の不便はありますが、運転手さんとの会話をゼロにしたい方は、MoveMe を使ってみるのもいいかもしれません。なお、僕はタイミングが悪く、夕方の帰宅ラッシュ時に乗ってしまいました。なかなか先に進むことができず、絶対歩いた方が早かったです。次は船です。バンコクには交通手段としての船がたくさんあります。僕はこの旅の中で何回か船に乗船してきました。まずはサパーンタクシンの船着き場とアジアティーク・ザ・リバーフロントを往復している無料のシャトルボートです。アジアティークは東京ドーム約2.5個分の敷地で、そこにお土産物やレストラン、カフェ、劇場などが集結しています。ここに行くなら、このシャトルボートが便利です。無料ですよ。次はチャウプラヤー川のパブリックボート。チャウプラヤー川ではたくさんの観光船が運航されていますが、このパブリックボートは地元の方の足となっている船です。料金も格安です。旗の色によって行き先が異なっているようです。僕はオレンジフラッグに乗ってサパーンタクシンからターティアンという船着き場まで行きました。次は渡し船。川のこちら側からあちら側を行ったり来たりする渡し船もたくさんあります。これはチャオプラヤ川のワットポー側からワットアルン側を行き来する船です。1回の乗船は5バーツでした。ワットプラキャを含むバンコクの三大寺院を巡る際には
必須となる渡し船です。船の最後は運河ボートです。僕は先制部運河のボートに乗船しました。こちらも地元の方の足となっている船です。夕方に乗船したら、東京の満員電車並みの大混雑でした。次の旅ではこの運河ボートを乗りこなそうと思っています。バンコクの乗り物紹介の最後は、スワンナプーム国際空港のシャトルトレインです。僕はこの存在を知りませんでした。日本に帰る飛行機の搭乗口に行く際に、このシャトルトレインに乗りました。無料です。この列車は無人運転で運行されていました。車内には座席は少しだけあります。乗っている時間は短いので、立っていてもそんなに問題はないかと思います。おそらく空港の地下を走っていて、近未来感がある路線でした。というわけで、今回はバンコクの乗り物についてのお話をいたしました。僕自身が2024年8月の旅の際に利用したものをピックアップしています。ここで紹介した以外にも、ソンテウという乗り合いバスのようなものもあります。こちらはまだ僕も乗ったことがありません。また、かつて日本で走っていた鉄道車両がバンコクで活躍もしています。キハ183や急行ハマナスで使われていた車両です。こちらはバンコクで乗車するチャンスがあるようなので、次回以降の旅でチケット争奪戦に参戦しようと思っています。ではでは、ざっくりとではありましたが、バンコクでの観光で利用できる乗り物についてのお話はここまでにしたいと思います。ぜひ皆さんもバンコクでの旅行を楽しんでください。この動画が参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。